16時30分を迎えたので、早速始めていきたいと思いますが、お二人大丈夫ですかね。はい、大丈夫はい、です。大丈夫です。はい。で、今、スライド映っているかと思いますが、本セッションですね、WebXR テックトークと題しまして、この3人で進めていきたいと思います。はい。でですね、このセッションはですね、オンラインで開催している WebXR に関するコミュニティイベントですね。WebXR テック東京っていうのは私やっているんですが、その出張版という形で、我々3人ですね、Microsoft MVP になっておりまして、WebXR に興味ある人間が集まっていますので、3人でディスカッションを、繰り広げていきたいと思います。で、Microsoft のイベントということもありますが、Babylon.js ですね、はもちろんのこと、WebXR に関する、いろんな開発面の動向をですね、お伝えしていく場になっています。はい。というわけでですね、私たち3人、軽く自己紹介させてください。一番左、私がですね、一行と申します。会社は ZOZO で働いていますが、Microsoft MVP の、みんな同じですね。デベロッパー、Windows デベロップメントなので、みんな同じなんですが、はい。かつみんな WebX に興味あるとか同じなんですが、はい。やっております。はい。では、お二人目お願いします。はい、2人目、真ん中の、日立製作所の研究開発グループに勤めております、藤原孝之と申します。私はMVP として、こういったコミュニティをやったり、学会の編集員としてアカデミアの活動をしたり、ちょっといくつかいろんな広い領域で楽しいことできればいいなと思っています。本日はよろしくお願いします。岩健さんお願いします。はい、岩健と申します。本名岩崎健太です。一応会社はサイバーエージェントって会社で働いてます。で、自分も MVP でして、もともとはホロレンズが大好きで、今日もちょっとホロレンズをかぶって参戦してるんですけども、後半年ぐらい WebGL だったり WebXR に興味持ち始めまして、直近ですと Babylon.js 勉強会っていうのを日本で立ち上げまして、コミュニティ盛り上げやっております。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。そんな感じでお願いします3名で進めていきます。で、チャットにも今書きましたが、質問とかですね、コメントですね、お気軽にチャットまでお寄せください。拾える限りは拾っていきます。反応があると、こういったイベントですね、だいぶ嬉しいし、進みやすいですので、はい、パチパチパチとかでも大丈夫ですので、お願いします。お願いします。で、今日のトピックスこんな感じでやっていきます。WebXR って何だっけって基本的なところから、WebXR のコミュニティですね。日本におけるコミュニティの話、あとはもうフレームワークとかライブラリーの話、そしてUnity と WebXR の関係と、あとケーススタディ、ユースケースみたいなところを、パチパチパチありがとうございます。チャットいただいております。やっていきます。で、早速ですね、What's WebXR という形で、WebXR の基本的なオーバービュー概要のところと、できること、できないこと、あとは Web における制限みたいな話をちょっとまずはやっていきたいかなと思います。はい。ざっくりちょっと話していくんで、お二人も突っ込んでいただいてできるといいかなと思います。はい。はい。WebXR、私もいろいろ発信してたりはしますが、一旦ブラウザベースの VR だったり、AR、VR、AR みたいなところ、今 XR って言われていますが、そういったものを WebXR としてここで定義して話していきたいかなと思います。で関連するところで WebXR デバイス API、W3C の定義している API ありますが、そこの有無は使ってるか使ってないかは問わない形で、ブラウザ上で表現されていたら、VR であれば WebVR、表現されている AR であれば WebIR で、それを統合して WebXR みたいな形で話していきたいと思います。はい。できること、できないことですよね。やっぱブラウザならではの制限があったりしますが、そうですね。はい。三宅さん、最近作ってて、あれですよね、ローカルで動かない話とか、HTTPS が必要な話とか、ちょっとしてましたよね。そうですね、自分、ユニティエンジニアから入った人間なんですけど、やっぱりその HTTPS だったり、放送開発環境を作っていくところは難しいっていう話はできることで言うと、結構感動したのは、一つの URL で、ホロレンズとメタクエスト2ですか、どちらも体験できるっていうのと、いろんなデバイスで、なんですかね、ワンリンクで体験できるというのはすごい、ネイティブとはまた違う素敵なことだと思いました。で、一方で、できないことで言うと、結構データ容量は結構厳しめなイメージがありまして、私も WebAR の案件開発やってたんですけど、やっぱりネイティブとかだともっと100メガとか積んで、なんですかね、そうですね。3D モデルあっても大丈夫かっていうテンションなんですけど、やっぱり Web だと10メガバイトだったりとか、結構サイズを抑えないといけないっていうのは結構、難しいところであり、面白いところだなと思っております。
すいません、こんな感じでお願いします。全然はい、大丈夫です。ありがとうございます。そうなんですよね。藤原さん、そこは何かあります？この制限周りの話とか。制限の話ってやっぱり今岩健さん言われたようになんていうんですか、制約ブラウザという一つのアプリケーションの中でしか動かないので、そこで使えるメモリーの量が決まっているとかっていうのもありますし、あとはなんていうんですかね、あまり普通のアプリ開発ではないんですよ。特殊なハードウェアを接続して使ってアプリケーションを作りたいという時、大体 Unity であればそういったつなぐためのドライバーが提供されているので、ある意味なんとかなるけど、それが Web に対応してるっていうのはほとんど聞いたことがない。ブラウザとしての仕様がそもそもそこを禁じてたりもするので、かなり凝ったことをやろうとすると、ちょっと Web では厳しいっていう、そういうところはあるかなと思います。ありますよね。なんかやっぱWeb 技術でできることが定期的にブームみたいなの来ると思っていて、そうです。PWA みたいな形で1個のアプリとして動けるとか、結構前だともうアプリじゃなくて Web でいけるんじゃないかみたいなのもあって、HTML5 が盛り上がった時期もですね。はい、あの時期ですね。みたいなところもあって、そこからできることはもっと増えていて、でも僕もやっぱWebXR をしているのって、もともと私は Web 出身ってのも、Web 系出身ってのもあるんですけど、本当アプリのインストールが必要ないっていうのは本当いいことだと思っていて、で、個人的にやっぱそれだ、とはいえネイティブに比べるとやっぱできることって限られちゃうと思うんですよね。スマホでカメラアクセスするにしても、ネイティブだったら直接カメラ IP 立てばいいんですけど、ブラウザー経由で今度タタックになると1個やっぱ挟んじゃうので、この制限とかあるので、なんか使い方としては、WebXR でフックになるものをやっといて、より深い体験をネイティブの方でやるとか、そういうのも1個あるのかなとは思いますね。はい。はい、サクサクいかないといけないんでね、ちょっと次のトピックいきますが、我々今この3人来てるのもありますけど、WebXR のコミュニティって実は日本ちょくちょくあって、私WebXR テック東京っていうのを最近ちょっとお休み中なんですがやっていて、で、お二人はバビロン JS 勉強会ですね。はい。もともと岩健さんと私の何気ないツイートから始まったのがあって、ちょっとやっちゃおうかみたいな。なんかすごいあれですよね。第1回目をやりましたね。そうですね。最初は本当に僕、バビロン JS 勉強してるけど、どこで登壇すればいいんだみたいな感じで、それこそ藤原さんがやろうよみたいな感じだったんですけど、たまたま今年の5月5日がですね、本当バビロン JS の5リリースお祭りみたいな、本当全世界でやってみたいなタイミングで、それもあって、ちょっとじゃあ日本も盛り上げようよみたいなところで、2人だけじゃなくて、本当マイクロソフトの社員さんと、あと山湯さんっていう、ずっと前からバビロン JS やってる方と一緒に勉強会立ち上げまして、本当に200人ぐらい視聴したりとか、今、ディスコードも200人ぐらいいるので、本当に盛り上がっていいなと思っております。コンパスの登録は300人いってました。そうですね、コンパスは300人超えてびっくりしましたね。はい。そうですよ。だから WebXR のところ興味持ってる人は少なからずいるんですよね。結構いて。で、他にもWebAR 東京っていうコミュニティがあったり、ここはちょうど6月の6日に、ちょっと私も登壇するので若干宣伝入っちゃいますけど、エイスウォールのテックトークジャパンという形で、ちょうど先日ナイティックのライテスチップのサミットですね、あったエイスウォールのイベント、日本向けイベントあったりとか、あとは AR コンテンツ作成勉強会みたいに、コミュニティもいくつかあるので、今日来てる方で、LXR 興味ある方、こういうのを添削していただいて、ちょっと覗いてみるとか、それこそバビロン JS 勉強会、ディスコード私も入ってますけど、結構盛り上がってるんじゃないかなとは思うので、そういうところから入っていくのはすごいいいんじゃないかなって思います。はい。で、その技術面のところでフレームワークとかライブラリー周りの話を少ししたいなと思うんですけど、じゃあぜひお二人からのバビロン JS のいいところを。これはもう藤原さんからまず話を聞きたいです。確かに。私も岩健さんより前に Unity から Web に移った人で、最初は何のことかさっぱり分かんなかったんですけど、バビロン JS はマイクロソフトの従業員の方が、指揮をして、作成方針決めて OSS として出しているものです。で、ブラウザを使って、AR とか、CG を表示するとか、あと VR やるっていうことが非常に体系化された API で提供されているのと、あとドキュメントがですね、すごい親切なので、なんとか入りやすいというので、私としては結構おすすめなところではあります。マイクロソフト Docs としても日本語ドキュメント用意されてますよね、バビロン JS は。そうですね。
全部ではないけど、いくつかは Babylon.js を使って何か作ってみましょうみたいなのが、はい、出てますね。そうですよね。最近自分それを見て、ピアノを弾くってピアノですか？はい、作ったんですけども、はい。結構いいなと思ったのが2つあって、普段のその WebGL の実装に、実質3、4行ぐらい足しただけで WebXR の、実装になるっていう点と、もう一個はその、ホロレンズとクエスト2、どっちも同じ静的サイトといいますか、同じ URL で、どっちもハンドトラッキングだったり、テレポーテーションが使えたって結構感動的といいますか、Unity で言うと、なんかビルドを分けるみたいなことをしないといけないです。もうそれすら必要ないっていうのはすごい感動したポイントでした。そこは大きいですよね。やっぱこう間口の広さ、こう参入してみよう、やってみようっていうので、その簡単にデモが作れたりとかって重要ですよね。で結構こうライブラリ周りも、AR に特化していたり、VR に特化していたりってところで、AR だとやっぱ ARJS が有名なところとしてはありますし、VR だと A-Frame も今 AR 対応していたりしますし、名前上がったアイスボールみたいなところはちょっと触れたいところですし、モデルビューアーみたいな形で 3D モデルをこうね、出す Google の作ってるライブラリもありますし、それこそハンドトラッキングとか推定みたいなところでメディアパイプとか、あともうそれこそ遡ればこうブラウザ上でこう 3D モデルなんとかするってところで 3JS みたいな。そうですね、3JS が一番有名なイメージがあります。そうですよね。3JS が2010年からで結構有名な感じで。そうですね。もう裏側のところでやっぱ 3JS を使ってるって人も多いですし、なんかあれですよね、こうやりたいことに合わせて、ライブラリ選定、フレームワーク選定するみたいなところもやっぱありますよね。そうですね。絶対これじゃなきゃっていうのではなくて、やりたいことに合わせてっていう得意不得意がありますからね。そうですね。あとやっぱこう使っていく上でコミュニティがあるってところはこう、まさにそのBabylon.js のディスコードとか見ていると、質問とかしてそこに回答する人がいて、でいろいろそのやり方ってあると思うんですよ。Twitter でそれやる人もいれば、なんかこう質問サイトみたいなのあるじゃないですかとかでやるのもありますけど、やっぱこうコミュニティ、ディスコードコミュニティの中でできるとちょっとやりやすい部分もあるのかなとは思っていて。それは本当に僕がまず思っていて、Babylon.js 勉強会だと本当に、まず何ですか、みんなほとんど Babylon.js 初めてみたいな人が8割、9割なので、割と、なんですかね、ある意味くだらないって言ったら失礼かもしれないですけど、僕も含めて、いや、全然わかんねえみたいなこともみんな優しく返信してくださるのですごい助かるなと。実は私が Babylon.js ずっとやってるときは、日本人開発者が全く見つけられなくて、何かあると全部本家の公式フォーラムで聞いてたんですけど、あちらもまた親切なんですよね。結構、お前こんなこと聞くのかみたいなこと多分聞いてるんですけど、だけど割と日本語で言うと、これだったらこうすればいいですよみたいな、かなり丁寧な英語で返してくれたりして、なんか作ると、すごいこれはかっこいいねみたいにすぐ褒めてくれたりとか。めっちゃわかります。そういう意味であれですよね、そのやりたいことに合わせて選ぶっていうところと、そういった面でのサポート体制というか、こう続けようと思うようなサポートがあるっていうのは一個重要かもしれないですね。で、その間口、ここの WebXR のところに入り込むっていうところで、結構大きいところで、Unity とこの WebXR の関係みたいなところ、今日今このセッションにもありがたいことに何名か来ていただいていますが、皆さんあれなんですかね、Unity でこう WebXR やってるのか、ピュアに最初からTypeScript、JavaScript 書いて WebXR やってるのか、やってない方もいるかもしれないですけど、どっちが多いのかちょっと気になるので、もしコメントしていただける方がいたら、チャット送っていただきつつ、この辺の Unity と WebXR のところ、やっぱこう障壁あると思うんですね。Unity もともとやってた人が、もともと Unity も基本 C# でやる中、普通に Web の方だとTypeScript 書かなきゃいけないとか、JavaScript を書いてとか。で、言語も、あれじゃないですか。違う部分というか。いや、本当に最近、いろいろ感想が個人的なんですけど、自分はもともと Unity 6、7年ぐらい触って、この半年ぐらい JavaScript とか入ってるんですけども、まず結構 Unity から WebXR 入るにあたって2つ障壁があるなと思ってまして、1個はその Unity だとビューアーがまずシーンでありますよね。なんで、その 3D モデルここに置くみたいなものが全部直感的に分かるんですけど、なんか普通の、なんですかね、それこそ
先ほどのフレームワークの、まあ、基本的にはそのコード上で世界を表現するみたいな感じになるんで、最初すごいうんうんうんなんか、直感的じゃないっていうのはありつつ、結構でも最近だとそのエディターだったりとか、そのビューアーみたいなのすごいサポートされていて、割とユニティと近い感覚でできるフレームワークも出てるんですごい、まあ、そこは一個、そういう情報をキャッチアップできていいかなと。で、もう一個は言語なんですけど、ユニティだと C シャープなんですけど、僕はすごい JavaScript 書いて不安になったのは、なんかやっぱりその型をすごい、うんそうですね。型が決まってない時があるっていう時がすごい書いてて不安になって、これテスト大丈夫かみたいなっていうところで、ただ最近 Babylon.js があとタイプスクリプトとかで型安全な言語もあって、そこはちょっと個人的には期待してるっていうのが個人的な所感なんですけど、藤原さんと IKKO さん、先やられてる方としてはどうですかね。型に関してはもうずーっと言われてますよね。そうなん特に、ですね。はいは。はいい、C シャープとかやってる、まあ、ウェブから入ってる人はもうそういうものだとして JavaScript を捉えているので、そうなんですね。はいははいい。まあ、そこが TypeScript が出てきて、まあ、型っていうのを思って、まあ、とはいえトランスパイルされちゃうんで、うん最終 JavaScript はあれなんですけど、そうそうですよそうなんね。Babylon.js やった時は本当に型が困ったのと、Unity の型しか通じないんですけど、ゲームオブジェクトファインドとか、はいはいあり Get ますコンポーネントとか、あれ相当のやり方が分かんなくて、これは一体どうやってシーンから情報を取るのかと。で、そうですよね。さっき出たエディターの話だと、タイプスクリプトで書くようになってるんですけど、そうすると今度エラーがすごい出て、全く進まなくなるという、今までその曖昧に進んでたとこ、一つのミスも許さないみたいに変わるので、そうですよなんでエラーね。出るんだろうって悩みながらやることになります。でチャットにいただいているのと、Unity WebXR エクスポートを使ってる、少しいじってますっていう方もいますし、まあ、だからここから Unity から吐き出して WebXR に WebXR にするって形もいますの方もいますし、WebXR はタイプスクリプトで開発していますっていう方も、まあ、なんか Babylon.js とか、まあ、わかんないですよ。フルスクラッチでタイプスクリプト書いてるっていうのもありますよね。そうですね。やっぱ、Web 技術なので、こう、トランスパイルするじゃないですか。コンパイルする、その部分とかも含めてこう理解しなきゃいけないっていうのはちょっと、まあ、Unity はその辺もまるっとやってくれますけど、環境を含めて準備しなきゃいけない。あと、Web ならではのお作法みたいな部分ってどうしてもあるので、なんか若干こうバックエンドの知識も必要になってきちゃいますし。ちょっと無視できなくなるんですよね。そうなんですよね。サーバーのこと、そう、クロスオリ HTTPS のジンも話が出てきちゃいますし、そうですね、クロスオリジンとかも困っちゃいます。Unity だけ使ってるときは、ある意味気にしなくてもよかったというか、けど出てきてしまう。そういうところ、そうですよね。Web ならでは、なので、C シャープの時だと、Unity の時だとあんまり考えなくてよかった部分とかですよね。やっぱそもそもこう Unity だと C シャープでずっと書いてる人で、Web 寄りのとこだと JS でタイプスクリプトで書いてる人のとこ、なかなかこう、そこが交わる機会って少ないと思っていて、そうですね。はい。このいわゆるこう業務でやってるとかでも、その転校の仕方ってなかなかないと思うんですよ。まあ、ゼロとはないと思いますし、岩田君も案件でやってるっていう話あるので、ゼロではないと思うんですけど、なかなかそういうふうなスイッチングって、まあ、レアだと思っていて、まあ、ここがとはいえ、こう、うまく交わってくると、もっとやる人も増えるし、それを使った施策とか、まあ、ものですよね。アウトプットも増えていくのかなと思いますね。なんかそういう意味では、Babylon.js 勉強会が、なんかどっちの界隈の人も今いる状態になってるのがすごい面白いなと思ってて、Unity から入った人と Web から入ったけど 3D だからみたいな。だから僕は Web の人の話聞いて、ブラウザって大変なんですねみたいな。わかんないですけど、はい、なんかそういう話は面白いなって思ってます。そうですね。ちょうど今、チャットでも Unity で作っていると、はい、ブラウザーが低レイヤーになるのが、ある意味面白いなって思いますっていう。まあ、確かにそうですよね。そこにちょっと面白みを感じるとも、分かる気がします。あと、個人的に注目しては、この Unity って一応 WebGL を書き出せるんですけど、これがどんぐらい実用的かっていうのは個人的には興味があるんですよ。例えばその全部ワールドを作るのであれば結構 Unity で WebGL でも OK ってなってるんですけど、例えば EC サイトみたいに普通の Web と、なんですか 3D を組み合わせるとちょっと難しいとか、あとスマホ対応ってできるんだっけとかを考えていくと、Unity WebGL でいいんだっけ問題が結構
今後多分結構そういう今年と来年はそういって悩むエンジニアが増えるんだなと思ってます。そうですね。それは、今日の参加者の中でそのあたりの方を深く考察されてる方がいらっしゃいますけどまあそれこそ Web アッサンブリー、WASM 周りの話とか、まあ WebXR って結構いろんな技術、要素技術の塊じゃないですか。まあ、通信周りももちろんありますし、WebGL だったり、まあ、それこそ WebGPU みたいな概念もそうだし、WASM もそうだし、知らなきゃいけないことがちょっと多いんですよね。で、だんだんその深みにはまっていくと、なんか何やってるのか分かんないぐらいに多分、もう本当ブラウザーのことを知らなければいけなくなってしまうっていうのは一個、なんですかね。まあ面白い部分であり難しい部分なのかなと思いますね。で、あとちょっとこう、まあそんな WebXR のこう事例みたいなところ、まあ、ちょうどまあそういう具体的な事例でいくと、まあ、PWA に入って、クエストのコンテンツに使えるように、ストアに出せるようになったので、その辺の話とか、まあ、ハンドトラッキングとか、あとじゃあメタバースみたいなバズワードになってますけど、の WebXR との関係性とか、まあ、Web3 とかこうバズワードになってますけど、そこの、まあ、NFT みたいな話とか、まあ、結構 Web とは結構切り離せない部分あるのかなと思っていて、この辺の話とかさっと最後にして締めたいなと思っています。どうですかね。じゃあ PWA は私からお話ししましょうか。はい。はい。PWA はプログレッシブウェブアップスというものの略なんですけれど、これはiPhone とか Android OS のスマートフォンとかで、ブラウザからそのサイトにアクセスすると、そこからもらってきたデータで、まるでネイティブアプリのように振る舞う。なのでiPhone の何ですか、アイコンとして登場するし、作りを工夫すれば、機内モードにしてもちゃんとその後起動するというふうなものです。で、それは数年前から一応ちょっとずつ広まっているというか、ちょっとずつそういったものを使われる例が増えてるんですけど、例えば Facebook とか Twitter のサイトって実はブラウザの右上あたりにアプリインストールみたいなボタンが出てきて、それやると一応インストールできたりします。はい。で、ちょっと前置きが長くなりましたけど、去年の11月に、Facebook 社というかメタに名前を社名変更して、で、メタクエスト、オキュラスクエスト2をメタクエスト2と呼びますと。で、今まではそのメタクエスト2のアプリっていうのは、誰か開発者が Unity で作ったネイティブアプリケーションを、Oculus ストアで審査するだったんですけど、それを、審査は変わらないけど、AppLab という、検索すれば出てくるサイトに、開発者がアップロードして、自在に使ってもらえ、インストールしやすくするというふうな方針が決まったと。一応さっき念のため最新を見たけど、まだ正式に導入はされてないような感じでした。カミングスーンみたいな形になってます。多分これができるようになることで、WebXR コンテンツも一個のアプリとして、はい、パブリッシュしていけるっていうのは、なんかWebXR、Web やってる人たちの方からすると結構夢のある話、そうですね。できることが広がウェるブ開発者の方もまたメタクエストに参加できるようになるっていう、今までだと実質 Unity ができる人っていうのが、実質的な制約にあったのが、ウェブでできる人っていうのも入ってくるというのが大きいのかなと思います。そうですね。それこそ、バビロン JS 使って、そういうのコンテンツ作って、っていうのがあるかもしれないですよね。そうですね。入り口は例えば Web で HTTPS でアクセスするようなところで簡易的に作っておいて、さらに長めのところとか、キャッシュとかが使えるようになるので、そっちを PWA にしちゃって、ストアに置くとかもできそうですからね。そうですね。工夫の幅が広がりますね。そうですね。あとは、ハンドトラッキング、メタバース、NFT とか出してますし、メタバースだとあれですよね。A フレーム、ごめんなさい。ハブズですか？ハブスですね。ハブス、はい。で、NTT さんのドアが、ハブスクラウドでやっていたりとか、はい。その、ウェブベースの、はい、メタバースプ作れるやつ。結構、これはなんか、僕は結構こう近い仕事してて思うのが、去年から今年来年にかけて、やっぱりウェブベースのメタバースといいますか、仮想空間増えるなと思ってます。それはメタバースっていうのが、いろんなデバイスから入れるよねってやつは、ウェブだよねってなりますし、NFT もちょっとだけ実装したことなんですけど、基本ウェブベースの、そうですね。ネイティブってはウェブなので、そうするとウェブになると。で、そうしたときに、結構事例としてやっぱ気になるのが、じゃあ何ベースでウェブ上に作っていくかっていうのは個人的に興味があって、結構事例だと 3JS
ベースだったりとか、Unity ベースうんうんとか結構いろんなサービスが出てますね。で、あと NFT メタバースだとディセントラランドっていうサはいービスあるんですけど、うんあれは確かタイプスクリプトでワールドを作ったりできるとか、まあうん結構ビルダー機能があるんですけうど、んやっぱそうすると Unity じゃなくてタイプスクリプトを勉強するかとか、なんかそういった多分エンジニアとしては動きが結構読みですよね。じゃあ自社でやるとしたらどうするとか、どういうプラットフォームに乗っかるって結構今年来年興味深いなと思っております。そうですね。ウェブだとインストールが、アプリインストールがいらないというところが結構良いところなので、導入の敷居が下がったり、アプリストアの管理コストが下がったりとか、そういったところのいい面もあるので、最もフックですよね。より深い体験をしたいとなったら、はい、Unity とかそういったネイティブアプリでも誘導できるよっていう、もの、IKKOさんが冒頭におっしゃってたような、そういう考え方もあるのかなって思います。そうですね。なんか技術的な発展と、あとはなんか市場のそうですよね。状況というか、潮流ですよね。なんか求められるものもやっぱ変わってくるじゃないですか。そうですね。で、今まさに求めるものと必ずしも一致しないのか。そうなんですよね。だからビジネスとして EBXR コンテンツ作っていくっていうのと、プライベートで個人開発で作っていくのはちょっと違う部分あるかもしれないですけど、そうなんですね。潮流によって、潮流によって技術側の要素技術のところも変わってくる部分あると思うんですよね。こういう今来てるからこれが必要だよね。で、だからこれをできるようにしようとかはあるかなと思いますね。はい。でちなみにですね、あと3分10秒ぐらいしかなくてですね、30分でこの EBXR のいろいろ語り尽くすのは無理なので、キンキンあれですね、EBXR、この場の続きみたいな感じはちょっと別途やりたいかなと思っていて、なので今日来ていただいている方もですね、喋る側の人ももっとやんや EBXR について喋るのもすごいありだと思いますし、もちろん聞いていただくのもありだと思うんですけど、そういう場はちょっとキンキンにまた別途設定したいなと思っています。はい。じゃあちょっと締め的な感じ、どうぞ。なんかあと1分ぐらい触れたい技術があるんですけど、どうぞ。なんか1個前の2つ前かな。2つ前、はい。結構エースウォールはちょっと注目したいなと思ってまして、最近そのナイアンティック社がその VPS 一部で、なんですかね、事前にモデリングマップしました、できる VPS を出したんですけど、そこに Web も対応してるというのは結構衝撃的というか、で、エースウォールが子会社になっているので、このエースウォールで VPS できるみたいな展開がなった時にすごい結構注目してるっていう意味で、ちょっとエースウォール、しかも値段下がったんですよね、開発ライゼン。10分の1ぐらいでしたっけ？そうですね。なんで、もともとそうなんですよ。99ドルプラス、商用プランの方が結局なってなかったので、それすらなくなったので、もっともっと安くなったイメージですね。なので、一部 WebXR 界隈は盛り上がりましたね。そうです。はい、注目してます。すみません、以上です。はい。いえ。なので、そこも、そういった感じで、あれはライブラリというか、側が技術できることを増やして、それによって開発者側もできること当然増えますし、それを使えば今度ユーザー側も体験できるものも増えるので、なんかやっぱもっともっとこの EBXR のコンテンツとか体験を増やしていきたいなっていうのはありますよね。ありますね。まだまだちょっとニッチというか、アプリでやるようなイメージは強いと思いますし、わかんないです。ユーザー視点に立ったらアプリなのか、ウェブベースなのかって、正直、気にしない部分のあるのかなとは思いますけど。PWA で丸められちゃうと本当に分かんなくなりますから。分かんないですね。最後のそうなんですよ。ユーザーに視点に立っちゃえば、コンテンツとして体験さえできれば、その体験が良ければいい話なので、でも届けやすい、手早く届けるっていう意味だと、ウェブのやっぱ良さあると思いますし、なんかスッと直せますからね、ウェブであれば。そこ結構大きいんですよね。大きいですね。直してすぐ確認っていう、ビルドし直さなくていいっていうのは。はい。そんな感じで駆け足しながら、あと30秒ぐらいでこのセッション終わってしまいますので、また、ね、WebXR のお話どっかでしつつ、皆さんも聞いていただく方も WebXR のところ、また興味あったらコミュニティとか、冒頭話したところとかにご参加いただいたりして盛り上げていければなと思います。はい。じゃあ残り10秒ぐらいですので、
お二人は大丈夫ですかね。大丈夫です。はい。では、そんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイはい。では、じゃあ退出いたします。退出します。失礼しはい、します。ます。